今回は、メッシュワークベンチのインポート、エクスポート、シェイプからメッシュを作成、正多面体について紹介します。メッシュワークベンチでは、3D プリンター用データの作成、修正、修復などに使用します。また作成されるデータは、右の図のように面とエッジで構成されるメッシュ上のデータとなります。メッシュワークベンチを紹介する前に、パートワークベンチについて見ていきましょう。こちらはパートワークベンチで作成した2つの球体を示しています。例えば、こちらの球体を 3D プリンターで印刷する場合には、STL 形式でエクスポートをします。メニューのファイルよりエクスポートを選択します。すると、このようにダイアログが開くと、規定のファイルの種類が STL 形式となっています。ここで名前をつけて、保存ボタンを押してエクスポートします。ここでは 9001.stl として保存しましょう。それでは、新しいファイルを作成し保存したファイルを読み込んでみましょう。そしてワークベンチをメッシュワークベンチに切り替えます。次にメッシュをインポートボタンを押します。すると、このような画面が表示されますので、この中より先ほど作成した 9001.stl ファイルを選択して開きます。こちらが取り込まれた STL ファイルの画像です。こちらの画像を拡大していきます。すると、このように球体は小さな面で構成されていることがわかります。これが STL 形式で保存されたメッシュ画像の特徴となります。画面変更して、先ほどのソリッドを見ていきましょう。ソリッドでは、拡大しても、先ほどのように細かな面で構成されていないことがわかります。これがソリッドとメッシュの違いとなってきます。次にメッシュワークベンチに戻って、エクスポートを行ってみましょう。手順は、メッシュオブジェクトを選択した後、エクスポートボタンを押します。この画面が表示されたら、名前をつけて STL 形式で保存します。ここでは 9002.stl として保存します。メッシュワークベンチで修正されたデータはこのようにして、3D プリンター用の STL データとして保存することができます。次に、シェイプからメッシュを作成コマンドについて説明します。それでは、先ほどのソリッドの画面に戻って、このコマンドを実行してみましょう。今こちらのオブジェクトはソリッドとなっていますが、これをメッシュに変換してみます。このオブジェクトを選択した状態で、シェイプからメッシュを作成。ボタンを押します。すると、このような設定画面が表示されます。メッシュ作成オプションには、種類のタブが用意されています。各設定オプションはFreeCADのドキュメントページに掲載されていますので、そちらをご参照ください。今回は、こちらのネッジインオプションを使用します。細かさを展開すると、細かさの程度が選択されオプション値が設定されます。そして OK を押すと、この設定で決定されます。しばらくすると、メッシュオブジェクトがモデルに追加され形状が完成します。作成されたメッシュオブジェクトは、元のソリッドと重なって見えないので移動してみましょう。作成されたメッシュオブジェクトを選択して右クリックし、変換します。こちらが、メッシュに変換されたオブジェクトとなります。このように変換されたメッシュオブジェクトは、粗い三角形の面で構成されていることが確認できます。パートワークベンチの場合、いろいろなソリッドの形状を作成するコマンドがありますが、同様にメッシュワークベンチにも、正多面体を作成するコマンドがあります。このボタンが押されると、このような設定画面となり、いろいろな形状の多面体を選択することができます。形状を選択した後、各種のパラメータを入力して作成ボタンを押します。そして、
閉じるで確定します。作成された円柱のメッシュを移動して確認してみましょう。このように、メッシュワークベンチでも直接形状を作成することができます。